皆さん、こんにちは。日本語教師のゆかです。皆さんは漢字や語彙をどうやって勉強していますか？漢字や語彙を勉強してもすぐ忘れてしまう。覚えられない。いつどうやって使うのかわからない。そう思っている日本語学習者は多いと思います。日本語にはたくさんの漢字や語彙がありますよね。漢字の数ですが、N5 は約100字、N4 は約300字、N3 は約600字、N2 は約1000字、N1 は約2000字の漢字があると言われています。そして語彙量ですが、N5 は約800語、N4 は約1500語、N3 は約3000語、N2 は約6000語、N1 は約1万語あると言われています。とっても多いですよね。レベルが上がるにつれて、覚えるのも使い方をマスターするのもとても大変だと思います。しかも漢字には一つの読み方だけじゃなくて、音読み、訓読みがあるので、たくさんの読み方があります。音読みと訓読みについて知らない人がいると思うので、ちょっと簡単に説明しますが、音読みは中国から来た漢字の発音を元にしたもので、熟語などで使われることが多いです。訓読みはもともと日本にあった言葉に漢字を当てはめた読み方で、単独で使われることと、漢字とひらがなを一緒に使うことが多いです。じゃあ、まず、このひという漢字を使った漢字の読み方クイズをやってみましょう。皆さん読めるかチェックしてみてください。1番、日曜日。2番、1日、または1日。3番、日光。4番、楽しかった日。5番、今日。6番、3日。読めましたか？この日という漢字にはいろいろな読み方があるんですよね。もちろんこの漢字だけじゃありません。漢字を勉強するときに音読みと訓読みで覚える人が多いと思いますが、さっきのクイズのように漢字の読み方は一緒に使う言葉で読み方も変わります。なので音読み、訓読みで覚えるんじゃなくて、単語で覚えた方が覚えやすいし効率もいいと思います。ここでちょっと記憶についての真実をお話ししたいと思います。人は覚えたものを20分後には42%、1時間後には56%、1日後には74%忘れてしまうと言われているんですよね。一生懸命勉強しても正しいタイミングで復習しないと忘れてしまうっていうことなんです。ここで皆さんが頑張って覚えた漢字や語彙を忘れないように、正しいタイミングでの反復勉強にぴったりなアプリを紹介したいと思います。もちもち。持ち漢字 Learn Japanese です。持ち漢字は感覚反復法と学習履歴に基づいてあなたが忘れそうになる瞬間を正確に予測してベストなタイミングで復習を促すリマインドをしてくれる機能がついています。独自のアルゴリズムがあなたの記憶パターンを分析してあなた専用のゴールデンタイムを見つけ出します。そのゴールデンタイムに復習すれば、せっかく覚えた漢字や語彙を忘れずに定着できるということです。皆さんがその学習プランを真剣に進めれば、1ヶ月で1000の漢字と語彙を習得できます。持ち漢字には初級から上級まで様々なコースが用意されています。JLPT N5 から N2 までの漢字と語彙、体の部位や医療表現、看護用語、IT 関連の語彙、サービス業の語彙やフレーズ、みんなの日本語や元気の教科書の語彙があります。ただ語彙や漢字を勉強したい人だけじゃなくて、JLPT を受けようと思っている人、日本で働きたいと思っている人、看護師や IT などの特定のキャリアを目指している人にもおすすめのアプリなんです。各コースは8から15程度の短いレッスンに分かれており、いつでもどこでも簡単に学習できます。
すべての単語は画像、音声、意味、例文がついたフラッシュカードで紹介されます。さらに新しい単語ごとにインタラクティブなクイズが用意されていて、記憶力を強化して定着率を高めるのに役立ちます。最初の方でも説明しましたが、このアプリはアルゴリズムを使って一人一人のゴールデンタイムを計算して、それに合わせてスマホなどに通知をしてくれます。今日新しい漢字を学んだら忘れる前に通知が届きます。これが長期記憶の秘密です。完璧なタイミングで復習して忘れないようにしましょう。漢字を重点的に学びたいなら漢字のタブを押してください。記憶術や関連語彙を通して漢字を学ぶことができます。漢字練習の正しい書き順も教えてくれるので、書き方に困ることはありません。今日は、日という漢字を選んだので、この漢字を使った単語や使い方の文も教えてくれます。対話練習タブでは、対話形式の練習で答え方を勉強したり、バラバラになった文の順番を入れ替えて正しい文に直す練習もあります。はじめましてなど基本的な表現から天気の話、道の聞き方、予定の立て方などいろいろな表現が練習できます。読む、書く、聞く、話す4つのスキルすべてをこのアプリでマスターできます。このアプリは学習時間を節約、より多く長く記憶、あとはモチベーションの維持ができます。今まで一人で勉強していて、覚えてもすぐ忘れてしまう、覚えた語彙の使い方がわからないっていう人にはおすすめのアプリです。持ち漢字にあなたのゴールデンタイムを見つけてもらいましょう。効果のある学習を体験してみてください。持ち漢字アプリは App Store、Google Play、またはウェブサイトで持ち漢字と検索してください。インプットだけじゃなくてアウトプットも大切です。インプットとアウトプットを繰り返ししなければ定着するのはほぼ不可能です。よく私が外国語を勉強していた時にやっていた一人でもできるアウトプットの方法を紹介します。それは覚えた単語や文法を使って一人でブツブツ言いながら文を作ったりすることです。あとは身の回りにあるものや目に見えたものをできるだけ今勉強中の言葉で話すことです。例えば今日皆さんは目薬を刺すという言葉を勉強したとします。ふとした瞬間に、あ、目薬ささなきゃとか、目が乾燥してきたからそろそろ目薬をさそうっていうのを独り言で言うんですよ。そうすると、この目薬をさすっていう言葉を自然に覚えることができて、他の人と話すときにも自然とこの言葉が出るようになります。これも、この目薬っていう言葉だけを覚えるのではなくて、目薬をさすってセットで覚えないといけないです。よくそういう練習方法で自分が話している言葉が正しいかどうかわからないし、そういうやり方は意味があるんですかって質問をもらうんですけど、これは正しいか正しくないかが重要なんじゃなくて、アウトプットをするっていうことが大切なんですよね。いくら覚えてもアウトプットしなかったら覚えることはできません。すぐ忘れてしまいます。なので、日本にいない環境でも、一人で勉強していても、アウトプットする機会は自分で作ることができます。さっき紹介した持ち漢字アプリの中には、みんなの日本語、元気のような有名な教科書に沿った単語や漢字も勉強できます。このアプリで語彙を覚えて反復勉強した後は、オンライン会話レッスンで私と一緒に覚えた単語をアウトプットしていきましょう。はい、皆さんいかがでしたか？漢字や語彙を覚えるのはとっても大変ですが、正しいやり方で勉強すれば、皆さんの日本語もどんどん上手になります。ぜひ、持ち漢字アプリを使ってみてください。この動画がいいなと思ったら、いいねと、あとはチャンネル登録、あとはコメントもよろしくお願いします。それではここまで見てくれた皆さんありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。